はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気ですというわけで、今日はですね、占いと都市伝説やってまいりました。チャズ先生に毎回ゲストに来ていただいて、都市伝説界隈で、ネタにされるような占い、実際どうなんだろうみたいなことで、やっている番組なんですけれども、よろしくお願いいたします。こちらにおわす、チャズ先生は、僕の先生でもありまして、もう15年来一緒にやらせていただいていろんなことを教わってるんですけれども、インド先生術僕、チャズ先生に習ったんですよ。最初に習って、占いの大御所みたいな方の勉強会に僕が、通ってる時に、チャズ先生が来て、君インド先生術やるのみたいな感じで、声かけていただいたんですよね。だから、僕とチャズ先生を繋いでくれたのは、なんとインド先生術があるんですが、インド先生術師のアナンド君ってご存知でしょうか？コロナが的中したとか、ウクライナ戦争が開始が的中したみたいな感じで、都市伝説界隈でこう、去年めちゃめちゃバズっておりまして、あれ見ながら、あれこれってこういうことだよなとか、僕も視聴しながらこう自分なりに分析してたんですけれども、チャズ先生から見てどういう風に見えるのかというか、皆さん多分アナンド君すごいみたいになってると思うんですよ。だけど、あれこれ全然当たってないんじゃないかなとか、こんな読み方したのって僕個人的には思うところはあったりしまして、突っ込んで聞いてみようかなと思いまして、こんな企画考えてみました。実際、やっぱアナンド君の動画、YouTube にすごい的中する天才インド先生術師がいるみたいな、やっぱそういう動画がやっぱ上がって、で、それをまあやっぱりインド先生術の天才少年みたいな感じで、やっぱり興味があるから、やっぱり見るじゃないですか。最初は、やっぱり日本の人がそのなんか翻訳したというか、まあ訳した動画を最初見て、なんかそうコロナを的中したとか聞いてたんですけど、別になんかそんなに外してるとは思わないんだけど、まあ、実際自分で探して、このアナンド君のそのサイトの YouTube を実際に見てみて、まあ読み方とか、ちょっと言ってることとか、ちょっとチェックしたり。で、割とそれをまたインド人の人に、これなんて言ってんのって、なんか専門的な部分ってやっぱりちょっとわかんないから、聞いてみたりすると、基本的にあの年齢でインド先生術の読みっていうのが深いのは事実なんですよ。だからすごく頭のいい子だっていうのもまた事実だと思う。そうですよね。だけど、読み方としては結構オーソドックスですよね。僕もちょっとあれみたいな感じで、占いオタクみたいなところ僕もあったりするので、どんな技法を使ってるんだろうとか、俺が知らないような見方あるのかななんて思いながら見てたら、あれみたいな。だから割と日本人って細かいんで、こういう技法、こういう技法、こういう技法って多角的に、その多角的な見方は当然何度もやってるとは思うんですよ。ただ、喋ってる内容っていうのは結構オーソドックスな内容をすごく上手に話してるって感じなんですよね。だから実際やっぱりそのインド人の人に映像を見てもらって訳してもらいながら聞いた時って、例えば感染症とかの流行も言ってるんだけど、感染症が起きるっていう発言じゃなくて、戦争やなんか災害や感染症の流行などがっていうような表現をしてる。だからピンポイントじゃないんですよ。だけどそこにその言葉が含まれてるから、そこがピックアップされてる感じの方がすごくあって。日本でも芸能人の方そういうの上手な方いらっしゃいますね。僕すげえ参考にしたいなって思ってるんですけど、不器用なんでなかなかその技術は身につかなかったりするんですけど、その言葉が含まれてるってことであれば、ピックアップの仕方はすごくうまいし、読み方はとっても上手なんですよ。タイミング当たってますからね。そうですね。あと、この番組なんかでもよく言ってるんですけど、例えばその日本の誕生日、建国図とか、そういう話するじゃないですか。インドの方でも当然あるだろうし、なんかその社会情勢の見方としてこういう技法、こういう技法っていうのも当然あると思うんですけど、多分説明を YouTube でしてるときは、もうちょっとオーソドックスなところだけをピックアップして喋ってる感じが強いんですよね。あれトランジットじゃないかみたいな。そうですね。だから、いわゆる単純にこの星の動きで、よく出てくる言葉が、やっぱり、カーラサルパヨーガとかっていう言葉がよく出てくる。カーラサルパヨーガっていうのは、いわゆるラーフとケイっていうインド先生術では、西洋だとドラゴンヘッド、ドラゴンテイルっていう言葉になるわけですけど、太陽が運行してて、で、月が運行してて、その交差点のところの、まあ、いわゆる感受点って言いますけど、そうですね。そこに、実際にはないけど、架空の天体があると見なして、それをラーフ系と言って名称にして、古くから使われている大事な感受点、疑似惑星
として使ってるんですけど、そうですね。太陽と月が満月とか新月の時に日食とか月食になったりするポイントですよね。だからまあ、社会情勢としても結構ラーフ系っていうと絡んだりする時っていうのは、大きいイベントが起きたりするわけですけど、カーラスアルパヨーガっていうのは、単純に言うとこのラーフ系っていうのは必ず180度の関係で、ホロスコープが円だとすると、ちょうどこの180度でこう、真ん中を通してこう切って、こっち側にしか星がないとか、こっち側にしか星がないっていう偏りがひどいというのことをカーラスアルパヨーガっていう組み合わせですね。まあそういう表現をするんだけど、ちょこちょこ出てくるんですよ。そういう時ってやっぱり偏りというのが現象として出やすいっていう部分をまたアナンダ君はすごく上手に話してたりする。で、そこに例えば土星っていうのは割と強星、不運な星だし、で、戦いなんかを意味する活星。これがそういう状態でコンジャンクションしたタイミングで割と戦争が起きたりだとか、災害が起きるっていう話をしたりするんですね。まあ、いわゆる木星と土星がこのコンジャンクションした時のことをグレートコンジャンクションという。そのグレートコンジャンクションが起きた後の次のグレートコンジャンクションまでの間のことを割とその影響がすごく強く残って、ああだこだっていう説明をしたりとか。いわゆる風の時代とか西洋占星術となんかこれがバズってるからっていうことで乗っかったスピリチュアル界隈とっていうので、そうですね。なんか流行ったあれですよね。だからまあそういう部分では、まあ例えば2020年の1月24日に土星っていう惑星がヤギ座に入ってくると。自分が支配する星座のところに土星が入ってきて、こういう時って割とね、土星が示すなんかね、不運なカルマみたいなのがバーンと噴出しやすいみたいなね、これが社会情勢にすごく影響するよみたいな表現やっぱりあったりするし、アナンダ君が説明したやつでも、あ、結構これはいい読みだなっていうか、ここをよく見つけてんなと思ったのが、ウクライナ侵攻の時の2022年2月24日、ホロスコープがこうあるとして、2022年の2月23日だと、月という星が、惑星が天秤座にあるんですね。これが1日ポンと入ると、サソリ座に入って、ラーフ系という軸から全部このね、惑星が集中するという。なるほど、なるほど。だからここでカーラスアルパヨガが成立し始めるわけですけど、実際2022年の2月24日からロシアのウクライナ侵攻が始まってるので、そうですよね。これすごいと思う。これ結構綺麗に出てるんですよね。だから割とこういうのをそのイベントとしてアナンド君はここでこういうのが起きてるからっていうのを説明してたりするんですよ。だからおそらくなんですけど、去年の予言結構日本で地震が起きるとか外したみたいに言われてるんですけど、それも含めてもうちょっと広い範囲で読んでるのを、都市伝説界隈の人が編集して、ちょっと煽ってるから外して見えるみたいなところって。そうですね。で、これは本当かどうかわかんないですけど、今ってすごく注目されてるから、結局出したものってみんな見つかっちゃうんだけど、2019年ぐらいって3つぐらい動画を上げて、当たってるやつだけ残してるっていう話もあるんですよ。めちゃめちゃマル秘な裏話じゃないですか。だからそこがね、本当かどうかわかんないですけど。それは僕ちょっとがっかりしちゃうんですけど。ただ、例えば2020何年から200年とか400年とかちょっとここを忘れちゃったんだけど、これからすごくね、辛い時期が続きますっていう動画があるんだけど、別の動画だと、これから20年はすごく大変だけど、その後は黄金期に入るみたいな説明の動画もあるんですよ。なるほど。これって矛盾してるじゃないですか。確かに確かに。だから見てる視点が違って、たまたまそれの矛盾が成立しちゃったんだけど、そのまま残ってますっていう形になっちゃってるんですよね。なるほど。400年って何で見てるんですか？いや、なんかね、ここはちょっとなんかね、見てても、ポイントがいまいちわかんなかったんだけど、おそらくグレートコンジャンクションの200年 ×2 みたいなニュアンスの説明ではないかなと思われるんだけど、それを何故に400年って言ってるのかが、ちょっとね、ポイントはいまいちわかんなかったんですよ。で、西洋で言ったら風の時代と水の時代は全部間違ってるみたいな。なんかそんな感じですよね。で、20年の方は、都度の大回帰というか、グレートコンジャンクション。だからそれこそ前にも話したけど、三元気運の最後の20年っていうのと話としては合致する話だと思います。なるほど。面白いですね。だからアランド君のなんかね、ちょっと表紙向けするくらいふわっとこう占ってる感じと、
あと、ちょっと僕かわいそうだなと思ってて、おそらく切り抜かれてますよね。そうですね。そうなんですよ、と。攻めたところだけこう切られてるから、そういう風に捉えられるかもしれないけど、占いって結構難しいですよね、ここね。だからまあ、話してることとしては、逆に的外れなことを言ってるわけでもない。だけど、当たった部分だけピックアップされて、誰かに切り抜かれてるみたいな感じで、天才預言者みたいな話になってるけど、運命予報としては上手に話してるよね。っていう感じだよね。ですよね。ただ、晴れと雨が全部当たってるっていう天気予報がないのと同じように、おおよそ晴れとか雨は当ててるけど、たまに晴れてますって言った割には大雨だったよねっていう時もあるよね。どうしてもこういう SNS ってインプレッション稼ぐ、PV 稼ぐために過激に表現するところがあるので、誤解はしないでほしいけど、彼は別にちゃんと読んでると。そうですね。だから、まあ、その、周囲の大人の演出もあるのかなって気がしなくもないですけどね。そうですね。だから、そんな感じで、ちょっとエンターテインメントとしてね、やっぱり楽しんでもらいたいなっていうのは。おそらく、アナンド君のファミリーが、アイユルベーダーの人だと思うんで、だから割と動画も全部インド先生術の話じゃなくて、先生術の話って言ったら多分、3分の1か4分の1ぐらいで、あとはヨガとか、アイユルベーダーとか、そういう方が、なんか結構尺取ってるんですよね。だからそういう意味じゃ、なんか、インド先生術のことだけ話してる天才少年みたいなイメージになっちゃってるけど、意外と違うっていうか。実際、ガチの天才、大学とか行っちゃって、そうですね。だから、頭がいい子は確かにですね。本当に頭がいい子なので、大人たちの思惑にこう、振り回されず、すくすく、どんどんこの業界引っ張っていってほしいなとは思ってるんですけれども。だからあと10年、20年したら、もっとすごい読み方ができる先生自身になってる可能性はありますね。そうですよね。そんな感じでございます。だから、この予言とかって難しくて、結構、これやっぱやめとこうかって僕らもありますよね。言っちゃうとちょっと怖がらせるかも。2020年の運勢見た時も、あえてカットしたところあるよね。はい。そう、3月4月とか、不設のルフになっちゃうかな、みたいなこと言ってやめたりとか、そんなもんなんです。で、今年の1月だって、まあ、このくらいの表現にしとこうかとか、相談しながら決めてるよね。だいぶ調整しましたね。そうだよね。そう。なんで、ちょっとそのところご理解いただければ、そこを彼は切り取られちゃったりしてるから、派手に見えているんだけれども、それが過去のもんだったらよく見えることもあれば、予言の部分のすごい端的なところを切り取られると、実は我々弱いところもちょっとあったりしますので、直接のね、クライアントとかだと結構ね、当てられたりっていう、ある意味こんなところですよというところが伝わって、でも面白いよねっていうのが、この動画で伝わればいいなと思っております。ちなみにね、ちょっとアナンド君の話の中で、前回のね、2025年の話とちょっと絡めると面白いのが、2025年の7月の15日からカーラサルパヨガが発生するんですよ。本当だ。だからちょっとなんかカーラサルパヨガっていうのを見ると若干やっぱなんかあるかなとは思うんですよね。7月なんかありますね。どれぐらいのっていう問題はちょっとあるけど、何か起きるだろうっていう感じは確かにあるんですよ。夏はやっぱり変化しそうな。そうですね。だからまあそういう意味ではやっぱりいい情報をくれているとは思うんですよね。そういう感じで占いもうまく使っていただければ、やっぱり嬉しいなと思っております。先生、ちょっと今日はアナンド君の解説ありがとうございました。僕もめちゃめちゃ勉強になりました。アナンド君情報はなんだかんだ言ってチェックしちゃうね。見ちゃいますよね。今回はそうでもないなっていう時と、これめちゃくちゃ面白いなとか思って、なんか検証してみたいなことね、やっぱあるんで。実際インド先生術難しいんで、キリが天才なの間違いないんで、そこはね、本当言っときたいです。それで、次回なんですけれども、霊感霊視とかってあるじゃないですか。占いと霊感の違いとか、一色って予言とか、だから占い師もね、予測したりするし、霊能者とかもなんかビジョンとか見えたりするっていうのがあって、なんかごちゃごちゃになってるところもあると思うんですよ。そうですよね。だからまあ、予言っていう言葉がやっぱり今、結構その都市伝説界隈ではすごく主なテーマになってたりもするんだけど、予測っていう領域と予言ってちょっと話変わってくるじゃないですか。そうなんですよね。ちょっとそういう部分とか、あとやっぱり占いとじゃあ霊能とか、そこって皆さん多分ごちゃごちゃしてると思うんですよ。いや、そうですね。だけど、占いしてる人間からすると明確に違うよね。やっぱ区別されるものだし、やっぱそこってなんか一旦なんか整理した情報みたいなものをちょっと
なんか開けたいなみたいなところがあるんです確よね。かに確かに、その辺やっぱり視聴者さんでもちょっと混同してるところとかってあると思うんですよね。そうですね。まあ、おそらく、いわゆるエンターテインメントというか、商業ベースの占いの中で、成功した造語というか、が、霊感占いという言葉があって、衝撃を受けたのが、占いのサイトとかを運営してる方から、先日で、やっぱり当たると思うのは、霊感占いって、いいですよね、みたいななんか、言われて、先日に霊感占いが入るのか、みたいな感じで、僕、軽い衝撃を受けたんですけれども。だけど、おそらく一般的にはそういうもんだと思ってると思うんですよ。間違いないんですよ。霊感と占いとか、あと、予言って何みたいなね、ものもなんかちょっと軽く触れたいな、解説できたらと思ってますので、ぜひぜひ皆様チャンネル登録して、高評価、それからコメントなんかいただいて、お待ちいただけたらと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。水森太陽と、チャドでした。ありがとうございました。またねー。